はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、私の納車されましたレクサス RX300F スポーツ、こちらですでに、ドライブ中ですね。で、今外環道をすでに走っているんですけれども、納車されたね後のインプレッションしてみたいと思います。今までもね全く同じ RX300F スポーツに乗ってたんで、今更っていうところもあるんですけれども、後期型のね2019年にレクサス RX はビッグマイナーチェンジを行って後期型に変わりました。でそれを今まで乗ってたんですけれども、11ヶ月で今回の全く同じ RX300 に乗り換えたという経緯があるんですけれども、どうして乗り換えたかっていうのはね、またブログにまとめてありますので、下の詳細欄にリンク貼っておきます。それを見ていただければと思うんですが、後期型のね、レクサス RX、一回改めてね、納車され直したんで、リセットされたところはあるんですけども、その乗り換える前から考えるとね、ようやく1年乗ってたような計算になるので、納車1年後ってわけじゃないですけども、本当納車1日後なんですけど後期型の RX に乗って1年のインプレッションっていうのをね、してみたいと思います。で、昨日納車されて、翌日今、運転してるんですけれども、それまでね結構ハリアーが納車されて、結構ねハリアーももう1500キロぐらい乗ってるんですけど、結構ねハリアー気に入ってるんですよね。私が購入したのがハリアーの Z、ハイブリッド Z レザーパッケージというね、結構上位グレードになるので、装備的にね、不満がほとんどないということで、シートベンチレーションもついていたりとか、安全装備はフル装備でついているし、超高パノラマルーフとかもついているということで、本当にね、よくできた車です。あれは本当に。で、最近ね仕事の移動はほぼハリアーで、こなしているんですけれども、やっぱねシートベンチレーションがついてる車っていうのはね、夏場の移動には優先順位が上がりますよね。そういう意味ではこのレクサス RX の F スポーツもシートベンチレーションは標準装備になっているのでいいんですけども、最近ずっとハリアーをね1500キロぐらい乗ってて、久しぶりに RX に乗ってみると感じるのはですね、やっぱステアがめちゃくちゃ軽いですね。やっぱり TNGA、採用以降のトヨタ車と比べると、やっぱステアの応答性というか遊びのなさみたいなものはやっぱり、TNGA 採用以降の車の方が全然やっぱりいいなという印象はあります。特にハリアーは、ラブ4よりもオンロードでのステアの応答性とかがクイックに感じるので、よりね、私もラブ4の、ガソリンモデルにはハリアー乗る直前まで乗ってましたけども、それと比べてもねハリアーの方が印象が良かったっていうのもあってか、やっぱねレクサス RX の F スポーツとはいえ、やっぱりねステアリングの中立付近の座りがね軽い、そして遊びが大きい印象です。これはね後期型の、去年の2019年の9月に納車された直後のドライブインプレッションでも私言ってますけども、やっぱねステアの、遊びが大きい。だからこれぐらい切ってもまっすぐ進むというような感じのステアフィールに関しては、去年の納車直後から私も良くない点ということで言ってましたけども、それをやっぱハリアーに乗ってから、乗り換えると特に感じる部分ですね。やっぱ新しい TNGA 採用以降のトヨタ車、レクサス車の方がやっぱいいんじゃないかなと、その辺に関しては。でもね、この前 UX も一緒に、今回売却したんですけれども、UX もステアに関しては結構軽めの印象でしたね。だからそれがレクサスのいうところのスッキリとした、ステアの味わいという風な表現になるのか、はたまた接地感が薄いと、ロードインフォメーションが薄いと表現するのかは人それぞれかと思うんですけども、個人的にはもうちょっと、街乗りでもですねステアの中立付近はもうちょっと、どっしり構えててほしいなと。特にこれぐらいの大きいサイズの SUV だったら、どっしり、ステアの座りがあった方がいいなと思うところです。だから逆に言えば奥様とかが運転した際にもそんなにステアが全然重くなくて軽いので、駐車とかするときに割と操作しやすいという利点はあるかもしれないんですけど、ステアは重い方がいいかなと思いますね。そしてロードノイズとかに関してはやっぱり RX の方が全然静かですね。
でハリアーの、数少ない欠点というのはですね、意外と高速域でのロードノイズが入ってくるなっていうのは以前私も、ハリアーの納車後インプレッションでレビューしたんですけども、それをね、感じているところです。それに関してはね、今ちょっといろいろありまして、ハリアーのは静かになってるんですけど、それはねまた後日レポートできればと思います。ではね、今ちょうど、料金所に来ましたので、ドライブモードをスポーツ S プラスにしてですね、料金所ダッシュ0100とまではいかないですけども、結構減速して、シフトをですね落として、こちら6速 AT なんですけども、1速まで落とした状態で床まで踏んでみたいと思います。ドーン。はい、100キロ。ここで100キロですね。2リッターターボでは結構この巨体を結構頑張って加速させてるんじゃないかなと思います。うお、速えって感じではないですけど、必要十分に速いですし、回転フィールとかめちゃくちゃ静かですよね。改めて、結構ここまで上まで引っ張ったのは久しぶりですけど、いや静かだなって思っちゃいました。めちゃくちゃ静かですね。これももしかしたら後期型になってから遮音性より良くなってる気がします。で、結構スポット打点の打ち増しとか構造接着剤とか使ってボディ剛性も前期型よりも増しているという影響もあって、多分リアサスとかの設定とかも変えてるんだと思うんですけども、あとパフォーマンスダンパーが後期型の F スポーツには入っているので、そういうところのね、やっぱ微振動とか、ボディ剛性の高さっていうのはすごく良くなってる感じはあります。前期型はね RX450 とか乗ってても結構リアがバタついてこうドコドコドコっていう音とかがしてたんですけど、後期型に関してはそれは本当によく抑えられてるなと。これ FF ですけど、それでも全然後ろはねバタついてる感じは抑えられてるので、本当にそういう意味でも、後期型買って損はなかったなと。変化の幅はすごく少なく思われがちなんですけども、乗り心地の面とあと運転支援が前期型よりも格段に良くなっているので、そういう面では本当後期型買ってよかったなと思えるところですね。あとはリセールが鬼のようにいいんで、買った時の値段と売った時の値段がそれほど差がないんで、そういう意味では本当にねよくできた車というかですね、いい子ですね。本当にオーナー思いの良い子と、乗り心地がいいとか、すごく所有満足度が高いとか、それに加えてですね、やっぱその売る時に高く売れるというのは本当車がねオーナー孝行をしてくれる車だなというのは本当に思います。だから下手すると本当に安いコンパクトカーとかを買って、何年かで売った時の、差額ですよね。それがめちゃくちゃ広かったら RX よりも維持費が高いってことになりかねないなという感じはあります。そのぐらいねリセールにおいては非常に、魅力的な車だなと、レクサスの SUV は。こちらナビなんですけれども、後期型になってからですね、手前に10センチほど移設されて、タッチ操作に対応するようになりました。ただ運転中はですねやっぱり手が届かないですね。なので、この手元のコマンダーコントロール、リモートタッチですね、レクサスでいうリモートタッチが後期型になってトラックパッドになったんですけども、それでこの操作をすることもできると。これね前期型はジョイスティックタイプだったんですけども、確実にこっちのトラックパッドのタイプの方がいいですね。というのも、指2本でのピンチとスワイプでこう地図のね拡大縮小ができるというのもあるので、そういう面でもね非常にいいですね。こっちのやっぱりリモートタッチがある方が。でハリアー乗ってて思うんですけど、ハリアーとの最大の違いはですね、やっぱこの同じ 12.3 インチワイドのナビ画面なんですけども、ハリアーは常にこっち側の3分の1がエアコンとかね、こういう状態ですよね。エアコンとか、こういうエコ情報が常に表示されている状態という風になっていて、この地図のこのように全画面表示ができないと。これレクサスだとこうできるんですよね。なのでこっち側を
こう、ブルーレイを映して、でこっち側に、地図を映すと、今は高速略図が表示されちゃうので、これも多分地図にできると思いますね。はい、このように。でこっちに拡大縮小の違う地図を2画面表示することもできますし、いろいろね、やっぱね、全然多機能なんですよね、レクサスの方が。でハリアーはそれができないと。その点はね、相当ね、納車されてから知ったというかですね、契約した時には情報がほとんどなかったんで分かんなかったっていうのもあるんですけど、まさかね、地図の全画面表示ができないとは思わなかったですよね。こういう風にね、大きく使えるし、タッチ画面でいいっていうね、部分はやっぱレクサスの方がいいなと思う部分ですし、さらにですね、やっぱり手元にコントロール用のデバイスがあると、このリモートタッチですよね。があると、やっぱね、地図の拡大縮小を、周辺にオービスがあります。これ、今、オービスの警告をナビがしてくれましたけども、これね、実はいつもナビスピード注意という、レクサスアプリというのを入れてます。今、オービスがここにありますが、はい、これのやっぱ何百メーターか先に、はい、今通過しました。オービスがあるよと教えてくれると。いつもナビスピード注意というレクサスアプリをインストールしていると、このように、オービスの情報を教えてくれると。移動式オービスとかは教えてくれないので、もちろんいつもスピードを出さずに安全運転で行くことは必要なんですけれども、この場の先の杖としてね、このアプリはインストールしておいた方がいいかなと思います。インストール方法はね、別途撮影しておきましたので、こちら見てみてください。納車された時にね、こういう黒い封筒がもらうかと思うんですけども、これね、レクサスオーナーズカードというののご案内というのがあって、オーナーズカードと一緒にですね、こういうなんか、紙がもらえるんですけれども、この紙にですね、レクサスのホームページとかですね、スマート G リンクとかっていう、サービスがあるので、そちらに、アプリとかがダウンロードできるようになるので、それの設定をしていく必要があります。はい。レクサスのアプリのインストールっていう風にやると、このようにいろいろなアプリが出てきますが、その中で、入れといた方がいいのがですね、このいつもナビスピード注意というやつですね。で、これをインストールってやると、ユーザー ID とパスワードを入力してくださいと言われるので、先ほどの黒い封筒の中に入っていたオーナーズカードのご案内というやつ、これにしか書いてないので、これをね、もう大体閉まっちゃうと思うので、納車されたらすぐにこれ入力しておいた方が良いです。はい、このように、ID パスを入力すると、アプリのインストールができます。はい、インストール中と出てますね。これもね、最近のトヨタとかレクサス車はですね、車載通信機、DCM というのがついているので、スマートフォンとか特に繋がなくてもこのようにデータのダウンロードができるということです。で、これでインストールができましたと。で、これでインストールされたので、これを選ぶと、アプリが起動すると。で、現在地周辺のオービスを地図上に表示し、オービス接近時は音声でお知らせしますということですね。これはあると、便利です。といった感じでね、いつもナビスピード注意はすごく便利ということですね。これもちろん一般道でも反応してくれます。そしてさっき話の途中でしたけれども、ハリアーでは画面のタッチしか対応してないので、現在地に戻るとか、そういうね、こう操作をしようとした時にやっぱりこう手を伸ばさないと操作ができないっていう煩わしさがあったんですよね。で、しかもこの辺が静電式のタッチパネルなもんで、こう現在地に戻るとか押そうとするとなんか違うボタンを押しちゃったりとか、エアコンのルーバーを操作しようとして、違うボタンに手が触れちゃってたりとかするんで、静電式のねタッチパネルは本当良し悪しというか良くないですね。普通の物理スイッチの方が確実にいいと思います。で、今こうやってね、ビックスの情報の割り込みのETC2.0 の情報か、これ割り込み表示が出ますが、レクサスだとこのように、右3分の1ぐらいですねで、表示できますけども、ハリアーだと、右はエアコンの画面が固定になっているので、ナビの地図がもうめちゃくちゃ狭くなるという、これもね納車されるまでわからなかったポイントなんですけれども、あんま 12.3 インチの恩恵を受けれてないという、ナビ画面というところはちょっと、レクサスには劣るのは仕方ないかなと思うところではあります。そして、さっきも話の途中でしたけれども、やっぱり手元にね、このようにリモートタッチで
操作ができるというのはやっぱりシートからね、背中が離れないで操作ができるので、これはねやっぱ理にかなってますね。レクサスとかメルセデスとかやっぱこの手元にやっぱり操作デバイスがあるのは絶対いいと思います。本当に地図のこう簡単な拡大縮小とかがねこうできるのが、この指2本でピンチ&スワイプができるようになっているのがこのトラックパッドのリモートタッチの良さですね。これ前期型だとジョイスティックタイプだったので、拡大縮小はボタンでやるタイプだったんですけども、この2本でねピンチスワイプで拡大縮小できるのは非常に操作性は良いです。これがハリアーになると画面まで手を伸ばしてよっこいしょってこうピンチ&スワイプしなきゃいけないとか、そういうところの煩わしさはありますね。だからそういう面では、レクサスの方が操作系も洗練されているなという印象はあります。その分ね価格もだいぶ高いってほどでもないのかな。レクサス UX と、ハリアーのハイブリッドの4駆とかは同じぐらいになるかな。レクサス UX250 の、ハイブリッドの F スポーツの FF と、ハリアーのハイブリッドの4駆の Z レザーパッケージとかが同じぐらいの価格になるので、そこで悩んでる人って意外とね多そうな感じはするんですけど、2人乗車までだったら個人的には UX の方が面白いし、ステータス性もあるしいいかなと思うんですけども、4人乗車以上を考えるんであれば、UX はねちょっと後席が狭すぎとラゲッジ狭すぎ問題っていうのがあるんで、ハリアーの方をお勧めしたいかなと。ハリアーもね総じて満足度は非常に高いですよ本当に。室内もねイルミネーションとか明るいし UX 本当真っ暗ですからね。そういう面では、RX は不満がないですね。ちゃんとアンビエントライトも結構いろんなところについてますし、シートベンチレーション、シートヒーターついてるし、ステアリングヒーターついてるし、本当ね装備面では何ら不満がないですね。今回これ670万ぐらい込み込みで、購入してますけども、 RX300 の F スポーツが670万で買えるんだったら本当に個人的にはおすすめできる車ですね。こんな感じでねズレズレもなるままにまた雑談みたいになっちゃいましたけど、レクサス RX のねレビューもこれからもやっていきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録をお願いいたします。これからもね他の車もね買ったというレビューも入ると思いますのでご期待ください。よくねネタのためにね車買ってるとかね、コメント来るんですけれども、本当にね、確かにね YouTuber ではあるので、YouTube のコンテンツのために車買ってる部分はあるんですけれども、私のねそもそもの理念というかですね、コンテンツを作る上での、考えではですね、日本の基幹産業でもある自動車がですね1台でも多く売れる世の中にしたいというのが根底にあります。そのさらに根底にはですね日本をもっと豊かにという理念のもと私は活動してるんですけれども、やっぱね車は日本の基幹産業なんでね、自動車を買うということはですねそのメーカーにお金が入るだけではなく、その下請けの工場であるとか、あとは販売店で働く人であるとか、あとはね、広告とかに関わる人、さらに、輸送とかですね、関わる人、あと町の工場、車検工場とかアフターパーツをね作ってるね工場とかね、いろんな人たちの給料になるということなんで、そのね車が1台でも多く売れる世の中にしたいなというのが私の、理念です。なのでね、バンバン車買って、そんなにね早く車買って車に対する愛情はないのかとかよくコメントも来るんですけれども、確かにね車1台を長く愛するのもすごく素敵なことなんですけれども、全員がねそれをやっちゃったら本当に自動車産業終わっちゃいますんで、そういう風にね大事に乗ってくれる人がいる一方で、私のように頻繁に車を乗り換えてですね自動車産業全体に対する愛情として、貢献していきたいと思っているところです。なのでね、本当に長く乗るのもいいんですけれども、逆にね、2年とかで乗り換えて、後年式でね走行距離も短いうちに、下取りとかね買い取りに出すことで高く買ってもらって、それでね、車検のコストとかタイヤのコストとかブレーキのコストとか、あとは延長保証とかも全部カットして、それを新車代に回すという風な買い方で回していくっていうのもね、一つの買い方の手段だと私は思っているので、車を2年とかで乗り換えるっていうのもね文化にしていきたいという風に思っています。そしてね車が1台でも多く売れる世の中になればいいなと思っています。
そういうね考えに賛同してくれる方が一人でも多く、増えていくといいなと。今ね11万人登録者になりましたけれども、そういった考えが増えて、日本茶だけじゃなくてね、輸入車も、日本のね、法人で働いてる人もいますんで、1台でも多く売れるといいなと思っています。それではね、買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンストップチャンネル、次回もお楽しみに。